日本でも有名なブレーメンの音楽隊はこんな物語。年老いて主人に見放されたロバはブレーメンで音楽隊になろうと旅に出ます。道の途中、同じ理由で居場所を失った犬や猫、オンドリに出会い、共に旅を続けます。森で泥棒のいる家を見つけた4匹は、ロバの上に犬、猫、オンドリと重なって鳴き声を上げ、泥棒を追い払いました。こうして家を手に入れた彼らは、ブレーメンには行かず、そこで暮らすことにしました。年をとっても役に立たなくなったわけではない。力を合わせれば道は開ける。そんな物語で知られるドイツの町、それがブレーメンです。間違って片手でロバの前足触っちゃった。両手で触りながら願い事をしないと願いは叶わないんだよね。そうみたい。片手で触るのはただの初心者ってことらしい。そうなんだ。よくブレーメンに来ると両手で前足を掴んでじっとしてる人を見るのはそういうことだったんだね。あとはこれも面白いね。音楽隊はこのマンホールに入ってる。で、お金入れると入ってくれる。でも、お金はいっぱいいるし、今は使えないかな。ちなみに実際の鳴き声はこちら。ブレーメンの心臓部、マルクト広場。何世紀にもわたり市民の暮らしと歴史を見つめてきた場所です。広場を囲む壮麗な市庁舎、そして自由の象徴、ローラント像。中世の面影を色濃く残すこの空間は、かつて商人たちが集い、取引を行った市場でした。そして広場から6分ほど歩いた先にある羊飼いと数頭の豚を描いたこのブロンズ像は、かつての素朴な暮らしを今に伝えています。ブレーメンはハンザ都市として商業で栄えましたが、その発展を支えたのは農業と畜産でした。静かに佇む彫刻は、華やかな観光名所とは違うこの町のもう一つの物語を語りかけています。こっちはより地元の人に愛されてる感じがするね。子供が象に座るのが好きだよね。朝早くスタートしたからお店がやってなくて人がまだいないけど、この通りも人気があるね。ここは素敵なギャラリーや雑貨やレストランが軒を連ね、開店後はとてもにぎわう小道です。お土産探しにもぴったりですよ。この船は1906年に完成された。当時は濃い赤色に塗られてて、実は東大線として使われてたんだよ。で、1988年に3本マスの帆船に改造されて、ドイツの有名な博物学者にちなんで、アレクサンダー・フォン・ホンボルトという名前に変わった。で、その時は船体も頬も緑色に塗られて、フェックスのビアの CM でドイツ中で人気になって有名になった。で、最後は、引退の後、レストランとホテルに改装されて、2016年からこのブレーメンに停泊してる。ランチはここのレストランにしましょう。でも11時半オープンなので、まずは朝ごはんを食べて
キャンディーのお店へ行った後で、ドイツだなぁと感じる朝ごはん。こうしてみると川沿いはベックスだらけだね。まあね、ベックスの工場もあるね。見学もできるみたいだよ。そうなんだ。今度行ってみてもいいね。でも事前予約が必要かな。ちなみにこの川はベーザー川。以前デトモルトの動画にも登場した川で、ブレーメンを通ってワッテン海、そして北海へとつながります。ようやくかわいいボンボンのお店へ。ブレーメンに行くなら絶対に訪れたい場所です。キャンディー作りの実演を見るのも楽しいですよ。作り始めたキャンディーはあるお酒の味のキャンディーなのですが、皆さん何の味だと思いますか？正解はピニャコラーダ。ピニャコラーダはラムをベースにパイナップルジュースやココナッツミルクを使ったお酒です。この後作りたてのキャンディーをもらって試食してみると、本当にアルコールなしのピニャコラーダのような味がしました。結構甘めですね。あとは棒状にカットして並べてプレスするだけ。作りたては温かくて特に美味しい。実際に購入したのがこちら。すべてお酒の味のキャンディー。特に変わっているのがこのキャンディー。通常のキャンディーの5分の1くらいのサイズで、瓶にジンを入れて溶かして飲むものなんだそう。でも私は小さいキャンディーをちまちま食べるのが好きなので、あまりこの食べ方はしないですね。そのままで十分美味しいです。船に戻って昼からビール。アルコールフリーのベックスブルーと醸造後にろ過を行わないノンフィルターのベックスにしました。通常のベックスは典型的なピルスナーで醸造後にろ過され、酵母などの微細な成分が取り除かれて透明でクリアな外観になります。ですがこれはろ過なしなので、酵母やタンパク質が残った状態で少し濁った見た目ですね。味の違いはそんなに大きくない気がする。メインはおなじみのシュニッツェル。迷ったらこれですね。ちなみにこれは子牛ではなく豚です。そしてこちらはブレーメンのラプスカウス。見るからに不思議な料理ですが、実は私もちょっと苦手だったりします。僕も。ドイツではハンブルクやブレーメンなど北ドイツの船乗り料理として発展し、栄養価が高く保存性にも優れた実用的な料理だそうです。材料は塩漬けされた牛肉にじゃがいも、玉ねぎ、ビーツ、ピクルスなどを刻んでマッシュ状に仕上げ、目玉焼きや酢漬けのニシン、ピクルスを合わせたもの。ドイツ旅行で個性的な郷土料理に挑戦してみたい人向けの料理かな。旧市街にあるブッヒャー通りも人気の観光スポットの一つです。全長おおよそ110メートルの短い通りですが、中世の時代にはマルクト広場とベーザー川を結ぶ重要な通路でした。1317年の記録では、この通りの名前はヘリンヒ通りと残されています。
現在の名前は18世紀までこの土地に定住していた樽職人ブッツヒャーに由来しています。19世紀半ばに港が移転すると、次第にこの通りの重要性は失われ、20世紀初頭にコーヒー職人のルートビヒ・ローゼリウスの主導で再開発され、現在の独特な景観が形成されました。カフェやギャラリー、雑貨屋もあり、この通りもまたお土産探しに最適です。ここにもロバ、犬、猫、そしてオンドリ。再び広場に戻ると、朝は登れなかった特設の足場が使えるようになっていたので、マークさんが登ってきました。何度も手を振ってくれるかわいいマーク氏。バッチリ貴重なビスマルク像の正面を収めてきてくれました。そしてここからはちょっとおまけ。ビスマルク像のそばにあるこの石はシュプクシュタインと呼ばれています。1820年代にブレーメンでゲシュ・ゴットフリッドという人が毒を使って15人を殺害した。これはその連続殺人犯を公開処刑した場所を示す記念の石。彼女への軽蔑から昔はここに唾を吐く習慣があったから、シュポクは唾、シュタインは石の意味でシュポクシュタインと呼ばれるようになった。まだやってる人がいるのかな？ちょっと汚いよね。かな。日本の外国には載ってるかわからないけど、まあそういう話がシュポクシュタインにはあるよ。この後は街中から車で15分ほどの科学体験型のミュージアムへ行き、庭園でお散歩してから帰宅しました。ミュージアムへは路面電車でも街中から2、30分くらいなので、すごく時間に余裕があるのであれば行ってみてもいいかもしれません。その他、より充実した旅にしたい方には、ベックスの工場見学、またドイツといったらやはりサッカーなので、サッカー観戦もおすすめです。特にブンデスリガでのドープンとの試合。ブレーメンは音楽隊以外にも歴史ある港町としての魅力も兼ね備えた可愛らしい町。ぜひそんなブレーメンの町を訪れてみてください。さて、ブレーメンの旅はここまで。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。